今回は USC の悪党コルビー・コビントンの紹介をしたいと思います。コルビー・コビントン MMA 成績17勝3敗 USC 成績12勝3敗、アメリカ合衆国出身の34歳、元 USC ウェルター級暫定王者です。これまで数々の物議を醸す発言やトラブルを起こしている USC のスーパーヒール、トラッシュトーカーとして有名で、対戦相手にプロレスの悪役風にトラッシュトークを仕掛け、試合前や場外でも乱闘を起こして試合を盛り上げるエンターテイナーです。コビントンは記憶に残るような選手になりたい、真面目なだけで気の利いた返しをせず、お前と戦うのが楽しみだと一言意気込むだけ。そんなものはエンターテインメントではない。いい試合を作るためにはファンへエンターテインメントの提供をし、ファンの期待感を醸成することが必要だと話しております。優れたキックボクシングテクニックとトップレベルのレスリング力が最大の武器。無尽蔵のスタミナから豊富な手数でダメージを与え、5ラウンドあってもタックルを何度も仕掛け続けテイクダウンを奪い、トップキープしてドミネートするスタイルで勝ち星を量産しております。コビントンは高校時代からレスリングでオレゴン州王者になるなど活躍し、大学時代はジュニアカレッジで NJCAA 王者、NCAA ディビジョン1のオールアメリカンに2度選出された実績を持つレスリングエリート。また大学レスリング時代、後の UFC ライトヘビー級王者ジョン・ジョーンズとルームメイトだったそうです。アメリカントップチームのオーダーダン・ランバートにレスリングコーチとして招聘されたことをきっかけに MMA のトレーニングを始め、2012年にプロ MMA デビュー。強烈なレスリング力を駆使し、ローカル団体で5連勝を挙げ、2014年 MMA5 勝0敗の戦績で USC と契約しております。USC デビュー後、圧倒的なレスリング力でテイクダウンし、トップキープでドミネートするスタイルで勝ち星を重ね、USC6 勝1敗の成績を上げ、ようやくランキング戦にたどり着きました。2017年6月、ランキング7位のキム・ドンヒョンとの対戦が決定しました。試合前、コビントンは別に金や名声は気にしていない、自分のため家族のために戦っている、今回のシンガポール大会アジアで戦うことでキムの助けになっていると思うし、彼もシンガポールでファンのためにいい試合をしたいはず、最高の戦いを見せるよと話しました。試合はレスリングで圧倒し判定勝ち。これでコビントンは USC7 勝1敗の好成績、圧倒的なレスリング力でテイクダウンしトップキープでドミネートする地味強スタイルでコビントンがランキング6位にランクインしました。しかしここでコビントンのキャリアに転機が訪れます。キム・ドンヒョン戦後 USC と契約更新の交渉を行った際、 USC から契約を延長しないと告げられました。コビントンは、俺はランキング6位だったけど USC からこう言われた、契約を延長しない、ファンもいない、君のキャラやパーソナリティやファイトスタイルにも興味がないって言われた、試合の結果に関わらずだ、ランカーになったのにファイトマネーは3万ドルだった、税金を払ってコーチ陣にも金を払ったら手にできるのは5000ドルから1万ドルだと話しておりました。USC はマクレガーの台頭により大きなお金が動くようになったことで、より選手の人気、自己プロデュース力が重要視されるようになりました。一方、地味強スタイルで勝ちに徹した戦いのコビントンは USC の求める選手像に逆行しており、 USC7 勝1敗の好成績でランカーながら厳しい評価を受けました。それを受けてコビントンは決意。コビントンは後にインタビューで、あの時俺はエンターテイナーになると決めた、このビジネスにエンタメの側面があることを心から理解した、ファンが明確に求める選手に変わる必要があった、なぜなら興行は人気商売である以上囲いを作る必要があるから、だから中途半端ではなく明確にキャラを変えて5大宣伝をする必要があった、人から好かれようと嫌われようとファンが興味を持つような選手を目指すと話しておりました。これ以降コビントンは悪役と化します。2017年10月、契約最終試合となるランキング3位のデミアン・マイヤーとの対戦が決定。マイヤーの地元ブラジルでの大会でコビントンは大ブーイングを受け、完全アウェーでの戦いとなりました。試合はマイヤーの13度にわたるタックルを全て防ぎ、スタンドで圧倒して判定勝ち。試合後ブーイングが起こる中、コビントンは、ブラジルのファンは俺を憎んでいるし、俺もブラジルのファンはリスペクトしない、俺はアメリカのファンに向かって喋ってるんだから通訳なんていらねえ、ブラジルはゴミ捨て場だ、お前ら全員汚い動物だとコメント。当然ブラジルのファンは激怒し、コビントンが退場する際、頭上をビール瓶が飛び交い、何本かコビントンに当たる出来事が起こりました。またこのブラジル人を侮辱した発言に激怒したファブリシオ・ベウドムから口論した上で実際にブーメランを投げつけられるという事件も発生しております。後にコビントンは、デミアン・マイヤー戦の時点では契約は続かない予定だったけど、試合後のあの映像がネットで拡散された後、 USC は我々は彼を手放すべきじゃない、あのインタビュー映像の影響力はでかいぞ、契約を延長すべきだってなったんだ、だからあれが俺のキャリアを救うことになったし、キャリアのターニングポイントになったと話しております。
2017年12月、映画ローグワン、スターウォーズストーリーが公開された直後に、コビントン自身のツイッターでネタバレツイートを発信。ルーク・スカイウォーカーが死ぬ。はい、これでお前らオタク野郎の童貞人生の2時間33分を節約してやった。礼には及ばない。お前ら何か新しいことをしろ。ナイトライフを楽しめ。とツイート。スター・ウォーズファンから激怒のリプが大量に届いておりました。2018年6月、USC ウェルター級暫定王座決定戦としてランキング1位のハワイル・ドス・アンジョスとの対戦が決定しました。正規王者のタイロン・ウッドリーは肩の手術を受けており防衛戦ができないため、コビントンとドス・アンジョスで暫定王座決定戦が組まれました。ハワイル・ドス・アンジョスは元 USC ライト級王者、柔術黒帯の強烈な決めと上体仕込みの破壊力抜群の唾液を合わせを持つオールラウンダー。2015年3月、当時の王者アンソニー・ペティスに判定勝ちで USC ライト級王者に輝くと、ドナルド・セラーニとの初防衛戦でも1ラウンド TKO 勝ちで王座の初防衛に成功。その後エディ・アルバレスに王座を奪われ、次戦でトニー・ファーガソンにも敗れたことを機にウェルター級に転向。ウェルター級転向後、ランキング11位のタレック・サフィジーヌ、ランキング6位のニール・マグニー、ランキング2位のロビー・ローラー相手に3連勝で暫定王座決定戦にたどり着いております。コビントンはハワイル・ドス・アンジョスの前線の試合後から挑発をしておりました。2軍によるひどいパフォーマンスだった。ハワイル・ドス・アンジョスは出てきてゴミどものためにお前のホームで暫定王座をかけて俺と勝負すると言え、ハッシュタグ汚い動物とツイートし、ブラジル人のハワイル・ドス・アンジョス相手に挑発しておりました。試合はプレッシャーをかけ続け、パンチョン手数とテイクダウンを奪い判定勝ち。コビントンは USC ウェルター級暫定王座獲得に成功しました。試合後コビントンは、こっちが本物のベルトだ。タイロン・ウッドリーはペーパーチャンピオンだ。俺は USC のスーパーヒールなんだ。みんなが俺を見たがる。俺が勝つところを見たいのか、負けるところを見たいのかはどちらでもいい。同じことだ。俺はウェルター級を再び偉大な階級に戻すと公言してきた。本物のアメリカ人が世界チャンピオンになった時にやるべき正しいお祝いをする。ホワイトハウスに行き、ミスタードナルド・トランプに会い、彼の机の上にベルトを置くんだとコメントし、会場からはブーイングを浴びておりました。2ヶ月後、コビントンは実際にベルトを持ってトランプ大統領を訪問し、ホワイトハウスで記念写真に収まることに成功しております。2018年9月、USC ウェルター級王座統一戦として正規王者タイロン・ウッドリーと対戦予定でしたが、コビントンは鼻の手術を受けた影響で試合を行うことができず、暫定王座を剥奪。暫定王座を剥奪されたことにコビントンは激怒するも、 USC 代表デーナ・ホワイトはコルビー・コビントンが次期挑戦者だと発言しておりました。しかし2018年12月、ハワイル・ドス・アンジョスに判定勝ちしたカマル・ウスマンの試合を見た USC 代表デイナ・ホワイトは、ウスマンの試合を見てタイロン・ウッドリー戦が見たくなった。コルビー・コビントンは欠場して自分の暫定王座のベルトを守れなかった。こういう試合を見てしまった以上、ウスマンに挑戦させたくなると発言。そして2019年3月、タイロン・ウッドリー VS カマル・ウスマンの USC ウェルター級タイトルマッチが組まれることが発表。コビントンはさらに激怒し、以降 USC やデイナ・ホワイトへの批判を繰り返しました。デーナ・ホワイトはメディアに対して、コルビーは試合を受けなかったし USC はそれを許容しない。彼は他で試合をすることもできると言っていた。上等だぜデイナ、言ったことは守れよ。お前のことを試してやる。俺をリリースしてみろ。 USC は私を舐めているし、ファンも舐めている。私は自分にふさわしいものを手に入れるまで待つつもりだ。それはタイトルマッチしか考えられないと発言。それに対しデイナ・ホワイトは、コルビーは再び試合をした上でタイトル挑戦権を得ないといけないと発言すると、コビントンは次戦がタイトルマッチでなければリリースしろと主張し続けました。2019年3月、タイロン・ウッドリー対カマル・ウスマンの USC ウェルター級タイトルマッチが行われる USC235 の公開練習に現れたコビントンは、剥奪されたはずの暫定王座のベルトを持ち、ドナルド・トランプ大統領のキャップをかぶり、各世紀で悪口を言って邪魔をしておりました。そしてウッドリー対ウスマンのタイトルマッチは絶対王者のウッドリーを完封し、ウスマンの判定勝ち。カマル・ウスマンが USC ウェルター級新王者になったことで、コビントンの標的はウスマンに変更。オクタゴンサイドで観戦していたコビントンはウスマンに対してクソったれを連呼しておりました。また試合後、偶然カマル・ウスマンとコルビー・コビントンがホテルの朝食会場で遭遇。口論した上で乱闘騒ぎを起こしておりました。2019年8月、約1年2ヶ月ぶりの復帰戦として元 USC ウェルター級王者ロビー・ローラとの対戦が決定しました。王者ウスマンとのタイトルマッチを希望していたコビントンでしたが、ウスマン戦は組まれず元王者との対決に。現在も王者は自分であるとの考えを変えないコビントンは、 USC がメインイベント不足にあいでいたから俺は最初の防衛戦を引き受けることにした。ウスマンよりもビッグネームでベン・アスクレンが恐れをなす男、この階級最後のリアルチャンピオン、リビングレジェンドのロビー・ローラーだ。ローラーとはかつてアメリカントップチームで同門で友達だった。でも奴が移籍して俺たちに背を向けた以上、これは死闘になる。
よく覚えておけ、ローラは血の海に沈み、担架で運び出されることになる。俺はアメリカントップチームのキャプテンとして責任を持ってローラを始末しなければならないと話しました。試合は手数の多さとテイクダウンを奪いまくり、ほぼ一方的にローラを攻め続けて判定勝ち。コビントンはウェルター級王座次期挑戦を確実のものとしました。剥奪されたはずの暫定王座のベルトを持ちながら、試合後のインタビューでは王者カマル・ウスマンを挑発し、コメンテーターとして来場していたウスマンと絶戦を繰り広げておりました。そして2019年12月 USC ウェルター級タイトルマッチとして王者カマル・ウスマンとの対戦が決定しました。カマル・ウスマンは当時 MMA 戦績15勝1敗、レスリング NCAA ディビジョン2で優勝し、オールアメリカンに3度選出され44勝1敗の記録を残したレスリングエリート。USC9 戦全勝の戦績を上げ、2019年3月当時絶対王者で4度防衛中4年以上負けなしだったエリートレスラーのタイロン・ウッドリーと対戦。レスリングとケージ際での攻防で完全制圧し、アフリカ人史上初の USC 王者に輝いております。かねてから因縁のあった2人は試合前の会見で互いに挑発行為を繰り返しておりました。コビントンはこのタイトルには元なんてない、俺はアメリカの王者、人々の王者だ、もっと重要なことがある、ドナルド・トランプの一番のお気に入りファイターは俺だ、だからこのスポーツで今誰もが欲しがるタイトルを持っているのは俺ってことになる。今週末それを防衛するのが待ちきれない。奴のテイクダウンディフェンス率 100% のレスリングの統計などどうでもいい、別にテイクダウンを奪おうなんて思っちゃいない、最前列まで頭を吹っ飛ばしてやるつもりだと話しておりました。試合は序盤から激しい打撃戦を繰り広げるも、3ラウンドにウスマンのパンチで顎を骨折し、5ラウンド終盤に右ストレートでダウンを奪われ、追撃のパウンドで TKO 負け、コビントンは王座獲得に失敗しました。後日ウスマン戦についてコビントンは対戦を望んでいる、前回の試合がどうなったかというと、誰もが知っているように私が勝っていたのにレフェリーが試合を止めるという愚かな決定を下した。あの時は5ラウンドでも10ラウンドでも戦えていた、一日中戦うこともできたし疲れていなかったんだ。フェアな場所と有能なレフェリーを用意してくれれば次は全く違う結果になるだろう。騙されたことに心を痛めている。もしその試合ができないのであれば唯一意味のある試合といえばタイロン・ウッドリーのキャリアを終わらせることだと話しました。2020年9月、元 USC ウェルター級王者タイロン・ウッドリーとの対戦が決定しました。タイロン・ウッドリーは元 USC ウェルター級王者、2016年7月にロビー・ローラーから KO 勝ちで USC ウェルター級王者に輝くと、その後4度防衛するなど4年間負けなしの絶対王者でした。しかし2019年3月、カマル・ウスマンにウェルター級王座を奪われると、再起戦でもギルバート・バーンズに判定負けで連敗中。試合前コビントンはタイロン・ウッドリーのせいでこの階級は笑い物になっちまった、よどんで停滞している、俺はそれを変えるために来た、何も恐れてはいない、心配なのは奴がオクタゴンでラップをするんじゃないかということだけだとラッパーとしても活動しているウッドリーをいじっておりました。またコビントンのインスタグラムにドナルド・トランプ大統領が登場し、コルビーの試合を見ようと思う、私はコルビーの大ファンだ、彼は勝者でチャンピオンだ、幸運を祈ってるとメッセージを送っておりました。試合はコビントンが終始コントロールし、5ラウンドにコビントンがテイクダウンすると死体になったウッドリーがあばらを負傷しタップアウトで TKO 勝ち。コルビー・コビントンは元絶対王者タイロン・ウッドリーを圧倒し、ウェルター級ナンバーワンコンテンダーであることを証明しました。試合後コビントンはベルトをとっとと返しやがれ、マーティ・フェイクニュースマンにストリートジーザスよ、まだ仕事は終わっちゃいないぜ、逃げ場はねえぞ、かくれんぼもなしだ、覚悟してろ、次はお前だと話しました。試合後にはドナルド・トランプ大統領から祝福の電話を受けておりました。2021年11月 USC ウェルター級タイトルマッチとして王者カマル・ウスマンとの再戦が決定しました。カマル・ウスマンは前回のコビントン戦後、ホルフェマス・ビダル、ギルバート・バーンズ、ホルフェマス・ビダルとの再戦で計4度防衛。当時 MMA 戦績19勝1敗、 USC 戦績14勝無敗の最強王者であり、 USC パウンド・フォー・パウンドランキング1位。以前より打撃殺傷能力が増し、試合を重ねるたびに圧倒的な強さを見せつけておりました。試合前コビントンはクリスマスが間近に迫った子供のような気分だ、心からリマッチを望んでいた、彼は前回タイムアウトを意図的に取った、肝臓を蹴ったら金的だと言われたし、ハイキックして左目に手がいったはずなのに右目にアイポークを受けたと言ってタイムアウトした。彼はひどい大根役者だ、ただそれも過去だ、あの時とは比較にならないほど強くなった。私は大統領からエネルギーをもらい、トレーニングパートナーから教えを受けている、コルビー・コビントン 2.0 を見せてやりたいと話しました。試合は2ラウンドに左フックで2度ダウンを奪われ、それ以降はパンチでウスマンをぐらつかせる場面を作ったものの僅差で判定負け。パウンド・フォー・パウンド1位のカマル・ウスマンの高い壁に阻まれました。王座獲得には失敗しましたが、絶対王者ウスマン相手に大健闘。またテイクダウンとは記録されなかったものの、テイクダウンディフェンス率 100% のウスマンに手をつかせる場面も見せました。試合直後には長年にわたって因縁のあったウスマンと握手を交わし敬意を表しました。
試合後ウスマンはトラッシュトークやたくさんの血も流れた。コビントンは本当に強い選手だった。人間としては最低だが選手としてはリスペクトしている。この階級では俺の次にベストガイだとコビントンに敬意を表すと、コビントンはふらつかせたいい場面はあった。ただ決めきることができなかっただけだ。彼の方が強かった。疲れようと嫌われようとまだまだ成長し続ける。月曜日にはジムで練習を再開する。必ず強くなって帰ってくると話しました。2022年3月、ランキング6位のホルヘ・マスビダルとの対戦が決定しました。ホルヘ・マスビダルはストリートファイト出身の不良。2019年7月、当時 MMA19 勝無敗の元ベラトール、元ワンウェルター級2冠王者のベン・アスクレンを飛び膝蹴りで USC 史上最速 KO の5秒を記録し、カリスマ性を見せつけると、2019年11月にはヤングスター、ネイト・ディアス相手に TKO 勝ちで世界最強のワルの証 BMF ベルトを獲得。しかし2020年4月と2021年4月に2度王者ウスマンに王座挑戦も敗北。しかし1回目のウスマン戦のペーパービューが130万件も売れる大成功を収めるほど USC の人気者となりました。またコビントンとマスビダルはアメリカントップチームの元チームメイトの親友であり、8年間一緒に共同生活をしていた元ルームメイト。互いにセコンドに付き合うほどの仲でした。しかしマスビダルが親しかったフリーランスのボクシングコーチをコビントンも雇うも、コーチへの報酬未払いが発覚し、マスビダルは激怒し関係が悪化。アメリカントップチームは対戦契約を結んでいないチームメイト同士のトラッシュトークを禁止するルールを作ったほどで、最終的にコビントンはチームの方向性を批判しチームを離脱。そこから互いに悪口を言い合い、今や敬遠の仲となってしまいました。会見では一触即発の中、大量のセキュリティが見守る厳戒態勢で行われました。コビントンは以前は兄弟のような間柄だった。俺たちは8年間一緒に過ごし、毎日隣り合わせでお互いに離れることができない親友だった。それが今では最大の敵になっている。この世界でたった一人のどうでもいい存在なんだ。いつ会っても地獄に突き落としたいと思っている。俺を裏切り背を向けてメディアに嘘の話を流そうとしたツケを払わせてやるよと話しました。試合は4ラウンドに右フックを効かされるものの、テイクダウンとグラウンドの攻防で終始優勢に立って判定勝ち。コビントンは因縁の対決を制しました。試合後コビントンはダスティン・ポイエどこにいる、マイアミのストリートのゴミ掃除の後はルイジアナのゴミくず野郎を掃除する番だ、すぐに出てこいとアメリカントップチーム所属でかつての同僚ダスティン・ポイエを挑発しました。試合後の会見では、俺は今マイアミの王だ、ホルフェはこの街を去る必要がある、さもなければ再び戦いを引き起こすことになるだろう。開始1秒から25分までずっと圧倒的だった。もし彼がこのまま続けたいなら駐車場であと5ラウンドは戦えるだろうねと話しました。試合後の会見でマスビダルは、路上で彼を見かけたら顎を破壊するためにやるべきことは全てやる、レスリングのスクランブルで敗れたかどうかなんか関係ない、いずれにしろ彼はクソったれだとコメントしておりました。長きにわたり因縁があったこの一戦はコビントンが完勝し終止符が打たれたと思っておりました。しかしコビントンとマスビダルの因縁は終わっておりませんでした。試合から2週間後、コビントンはマイアミのステーキハウスで食事を終え、レストランから出たところをホルヘ・マスビダルに襲撃され、顔面を2発殴打される事件が発生。コビントンは左前歯を折られ、手首に擦り傷を負い、着用していたロレックスの腕時計に1万5000ドル相当の損害を加えられるなどの被害に遭いました。マスビダルは事件の翌日に逮捕され、過重暴行罪と器物損壊罪で起訴されました。コビントンによるとマスビダルは、俺の子供のことを話すべきではなかったなと言っていたそうで、コビントンはトラッシュトークの流れでマスビダルの子供を侮辱していたらしく、そのことが引き金で襲撃することに至ったそうです。コルビー・コビントンは今までトラッシュトーカーとして試合前から試合を盛り上げることに成功しておりましたが、本物の不良であるマスビダルに言い過ぎたことで返り討ちに遭い、トラッシュトークの恐ろしさを味わいました。しかしエンターテイナーになると決意し、悪役としてファンが興味を持つような選手を目指した結果、コビントンは現在 USC トップ5に入るほどの高級取りの選手になったそうです。コビントンはカメラの前では全て大げさにやる、なぜならこれはショービジネスでエンターテインメントだから、俺はファンを楽しませている、ファンのために演じている、彼らはそれを見たがっている、彼らは頑張って稼いだ金をそのために使っている、だから彼らのためにやると話しております。 USC の悪党コルビー・コビントン、これまで数々の問題や物議を起こしておりますが、これからもコビントンらしさを突き進んでほしいです。以上です。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。